どうも、グデと申します。今回はロワルドロスとビシュテンゴを討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず、ロワルドロスの説明をします。弱点は縦紙となっていて、属性は火属性が弱点です。また、ロワルドロスの特徴は水属性のブレスを放つので当たらないように注意してください。状態異常は爆破が少し効くくらいです。続きまして今回用いる装備の説明をします。まず武器はアギト1を使います。ロワルドロスは火が弱点なのでシルムズブレイド1を使う人もいるかもしれませんが、アギト1の方がダメージは入ります。また防具は足装備だけウルクグリーブに変えて水耐性を少し上げました。ステータスはこのようになります。水耐性がマイナス2となっているので、ロワルドロスの水ブレスは十分注意しましょう。ということで、ロワルドロス討伐へ向かいましょう。まず、ロワルドロスの攻撃パターンです。最初は水ブレスです。放たれた水球はまっすぐと進んでいきます。次は3連続のブレスです。プレイヤー側から見て、左、右、真ん中へと放ちます。次は走りながら水ブレスを打つ攻撃です。この攻撃は3パターンあって、1回だけ行うときと2回連続で行うとき、3回連続で行うときの3パターンです。今回は3回連続で走りながら水ブレスを行っています。次は飛びついてくる攻撃です。この攻撃は横に避ければ大丈夫です。次は転がり攻撃です。ロワルドロスの横にいると当たってしまうので、横にいすぎないようにしましょう。次は体で押しつぶすような攻撃です。これは地味に水やられになるので注意しましょう。次は体をくねらす攻撃です。これは腕と足の間にいれば当たりません。次は尻尾攻撃です。お尻側にいるとしてくることが多いです。次は噛みつき攻撃です。これは2連続で噛みついてきます。次は引っかき攻撃です。これは右手の時もあるし、左手の時もあります。次はロワルドロスの必殺技です。これはとても攻撃範囲が広いので遠くへ離れておきましょう。あと終わった後は攻撃チャンスとなるのでしっかりと頭に攻撃を与えておきましょう。次も必殺技です。ただこちらは先ほどの必殺技と比べて不発気味に終わり、頭だけしか攻撃しません。ロワルドロスを討伐していきます。まず先制攻撃を与えます。ロワルドロス戦の立ち回り方は、縦紙が弱点なので縦紙を狙うことです。こういったブレスの隙に縦紙に攻撃を与えましょう。で、これは2回噛みつき。で、ここはため切りが与えれます。で、怒りましたね。で、これは転がり攻撃なので走って逃げましょう。これも水に当たってしまうと水やられになってしまいます。
で、これ縦紙が壊れました。これは必殺技なので、とにかく遠くへ離れておいてください。で、必殺技が終わったら、かなり攻撃チャンスとなります。で、ここでため切りを頭に与えておいてください。バシャーン。転がり攻撃は結構攻撃範囲が広いので、当たるなって思ったら、ガードで、攻撃を低減してください。これ走りながらブレスを打つ攻撃は1回だけで終わる時もありますけど、2回3回やる時もあります。これはランダムなので分かりません。で、これも必殺技。ただ今回不発に終わりました。必殺技でも今回のように不発に終わる時もあれば、体全体で攻撃を行う時もあるんですけど、これは条件がまだちょっとわからないです。で、逃げましたね。とにかく水やられになってしまうとスタミナの回復量が減少してしまうので、水やられにだけはならないように立ち回りましょう。で、飛んできます。で、この攻撃もロワルドロスの手と足の間にいれば当たりません。なのでそこでため切りをしてもいいかもしれないですね。これで瀕死状態になりました。この飛びつき攻撃も横に避けてからロワルドロスの飛びついてくる側に行けば頭に最短でいけます。この転がり攻撃も尻尾側に行けば当たらないことが多いです。この攻撃はとにかく離れておいてください。この攻撃が終わった後はかなり攻撃チャンスとなります。これでロワルドロス討伐完了です。続きましてビシュテンゴの説明をします。まず弱点は頭部と尻尾となっております。そして属性は氷属性が少し効きます。またビシュテンゴの特徴は様々な属性攻撃を使ってくることで毒属性や混乱属性を使ってきます。そして上位からは麻痺属性も使ってきます。状態上は爆破属性がやや効くぐらいです。続きまして装備の説明をします。装備は足装備だけクルルグリーブに戻しました。
ステータスはこのようになります。ということで早速ビシュ天狗討伐へ向かいましょう。ビシュ天狗の行動パターンを見ていきましょう。最初は柿を投げる攻撃です。かなりコントロールが良く、ピンポイントで当ててきます。こちらはさらに早く柿を投げる攻撃です。投げ終わった後は隙があるので攻撃しましょう。次は柿を2つ投げる攻撃です。これは横に避ければ大丈夫です。次は毒柿を投げてくる攻撃です。急に投げてくるので慌てずにその場を離れましょう。次は先行柿を爆発させる攻撃です。こちらは近くにいると混乱状態になってしまいます。なので距離を離すか、もし近くにいる場合はガードをして防ぎましょう。あと、爆発させた後は隙があるので攻撃しましょう。次は毒柿を爆発させる攻撃です。これは頭側に回れば攻撃チャンスとなります。次は尻尾を叩きつける攻撃です。尻尾を叩きつけてくる前に吠えるのでそれが合図となっています。あとこれは怒っていない時の行動です。次は引っかき攻撃です。これも怒っていない時の行動です。次は2連続で引っかいた後、尻尾で叩きつけを行う攻撃です。これは怒っている時の行動です。次は体当たりです。これは一度バク転で後ろに下がった後、体当たりを行ってきます。次は回転攻撃です。怒っていない時はこのように1回だけですが、怒っている時は2回連続で行ってきます。次は連続で尻尾を叩きつける攻撃です。怒っていない時はこのように2回連続ですが、怒っている時は3回連続行ってきます。次は普通の柿と毒柿を大量に投げてくる攻撃です。これはプレイヤーをめがけて投げているわけではないため、ビシュテンゴの足元に入ると攻撃チャンスとなります。次は翼による攻撃です。怒っていない時はこのように1回だけですが、怒っている時は左右連続で行ってきます。次はトルネードスピンです。これはしてくる前にためモーションが入りますので、それで判断しましょう。次は必殺技です。これは、一直線上に攻撃を行ってきます。この攻撃はビシュテンゴが尻尾で立っている時に攻撃を与えてダウンを取れば防ぐことができます。次は壁から柿を投げる攻撃です。プレイヤーめがけて投げてくるので、その場を離れましょう。次は壁に張り付いて引っかく攻撃です。壁の真下にいれば当たることはありません。次は壁に張り付いている状態での必殺技です。これも一直線上に攻撃をしてきます。またこの攻撃も壁から落としてダウンを取れば防ぐことができます。
上位の行動を見ていきます。上位からは麻痺属性の技も使ってきます。まずは麻痺垣を爆発させる攻撃です。上位からは火器を大量に投げる攻撃に麻痺属性の火器も投げるようになりました。義手天狗を討伐していきます。まず先制攻撃を与えましょう。義手天狗戦の立ち回り方は、通常時は頭を狙いましょう。そして尻尾へ立ち上がった時は尻尾を狙いましょう。ただ頭は結構狙いにくいです。こことか頭じゃなくて腕の方に判定が座りました。次の攻撃は先行爆弾ですね。遠く離れておけば大丈夫です。そしてこの後攻撃チャンスとなります。また間に合わない時はガードで防ぎましょうね。これは吠えたので突進攻撃です。これは回転攻撃。回転攻撃の終わり際に一発攻撃が当てれます。はい。で、ここも頭を狙うチャンスですね。で、再び同じ攻撃をしてきましたので、ここも頭を狙います。これは弾かれてしまいました。強めに火器を投げた時は終わり際に一発攻撃が当てれます。はい。で、この後一発攻撃入れます。で、回転攻撃。で、この終わり際にため切れを当てます。これで起こりました。この攻撃は3回行ってきます。なのでこの終わり際に攻撃を与えます。これは攻撃チャンスなので攻撃を与えましょう。またこの立ち上がった時にダウンを取らないと終わり際に必殺技を放ってきます。これは2回。はい。でダウンを取りました。でこれで逃げましたね。で攻撃を与えます。はい。で壁に張り付いた時は何でもいいので攻撃を一発与えてください。そしたらダウンが取れます。これはため切りじゃなくて一発攻撃を与えればいいです。このように火器をゆっくり投げた時はすごく命中率が高いのでその場をすぐ離れましょう。これで瀕死状態になりました。これは突進。突進の終わり際も一発攻撃を与えれます。でちょうど、起こり状態が終わっているのでこれは2回連続ですね。
これも1回だけです。で、これは攻撃チャンス。で、ダウンしましたので攻撃を与えましょう。これでビシュテンゴ討伐完了です。いかがだったでしょうか。ビシュテンゴは、火器を使って毒や麻痺、混乱といった属性攻撃をしてきたりだとか、あとガジューシュということもあるので、過去作でいうババコンガを彷彿とさせるようなモンスターだったと思います。次回はラングロトラとリオレイヤを討伐していきたいと思っております。ではご視聴ありがとうございました。